ミニスカートの中のパンチもいけないところもすべて映ってしまうカメラです。盗撮目的で使用してはいけません。悪用禁止でお願いします。皆さんこんにちは。ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ヘイシー、うしゃうしゃ。ヘイシー、うしゃうしゃ。車のドアパンチの犯人を見つけました。ドアパンチとは、お隣の車のドアが自分の車にゴンって接触することです。実は先日ですね、警察に通報する出来事がありまして、その時このカメラがその一部始終を捉えていました。ちょっとね、裏技的な感じの映し方をしてたのでバッチシ映すことができたんですよ。なのでその方法も後ほど皆さんにご紹介いたします。ちなみに今の話、私の車ではなくてお姉ちゃんの車だったんですね。お姉ちゃんだったんだよ。だからね、ちょっとなんか大ごとというかなんかちょっと大ごとにねなったかな。まあそれは大変な、なんか大騒ぎになったようなならなかったようななんですけど、まあ後ほどね、どんな風にこれ映るのかもお見せしたいと思います。今回はね、特に案件とかではなくて、普通に自腹で購入したものがあまりにも良かったので紹介させていただくんですけど、その紹介と合わせてちょっとした注意喚起と使い方と合わせてご紹介していきます。ちょっとね、今日いろいろ説明するの、私説明下手だからさ、みんなご存知だと思うんですけど、下手だからちょっと長くなるのでまとめたんです。ちなみにですね、私の姉の車にドアパンチした犯人ですが、一発免停、罰金、修理代、保険使えないの最悪な状態です。はい、なぜかというと、そもそもドアパンチっていうのは当て逃げに当てはまる、当てはまるというか同じ扱いになるそうなんですね。そりゃそうだよね。人のものにボンって当ててさ、いなくなっちゃうんだから、そりゃそうですよね。で、当て逃げの違反点数っていうのが合計で7点です。安全運転義務違反で2点、危険防止等措置義務違反っていうので5点、合計7点。この減点の累計点数が7点になると、過去3年以内に他の行政処分歴がなくても30日間の免許停止処分の対象となります。厳しくはないですよね。なんかだってね、人のものに傷つけてさ、逃げたんだから甘いぐらいだよちょっと厳しいかもしれないけど、なるほどねって思いました。これだけじゃなくて、これプラスなのかな、さらにですもんね。さらに1年以下の懲役または10万円以下の罰金もあります。で、さらに被害者の修理費用、当てて傷つけちゃった修理費用っていうのは、なんか任意保険っていうのが通常は使えたりするんですよね。交通事故だったりとか。でもその当て逃げとかに関しては任意保険が使えません。自腹です。全額加害者側の自腹となります。で、当て逃げ、ドアパンチ、しました。ちなみにですが、加害者ね、当てちゃった人ね、いや私気がつかなかったんです、だから逃げたわけじゃないんですっていうのは通用しません。気づかなかった場合っていうのは、運転者が物を損壊したっていう認識が全くなかった場合は罪になりません。で、実際には接触の可能性を認識できる状況であれば当て逃げと判断される可能性があります。サイドミラーがかすった程度の、軽いね接触でも当て逃げに該当し得ます。でね、お姉ちゃんの車にドアパンチした方もね、警察の方からなんか事情聴取みたいなのあるじゃないですか。
その時に当たってました？いやちょっとわからないですねっていう感じの態度だったみたいなんです。で警察の方もねそのカメラの映像を見てるからさちょっとわかんないですねってなんかしらばっくれてる感じだったらしいのを見て、ちょっとご立腹なったんです。でねその映像カメラに映った映像としては、お姉ちゃんの車があって、で私がどっちすればいいんだろうな、当てた方を私がやるとすると、お姉ちゃんの車にドアを開けたらゴンって当たってます。で当たったところをまず自分の車を心配してるわかる？人の当てちゃった車とかじゃなくてさ、自分の車のこう当たったところをこうやって見てるのでまずは自分の車心配して、でそっから当たっただろうなっていうお姉ちゃんの車の方をこうチラッチラって見て、明らかに当たってるんですよ。大したことないなって判断したのかよく分かんないけど、迷うことなくまた乗り込んで去ってったっていう、そういう映像を警察官の方は見た後で、お話聞きに行ってるからね当てましたかね、いや確認しとるやんみたいな感じでちょっと怒ってたって、そりゃそうですよね。嘘は良くないですからね。もちろんその当て逃げ確定したので、保険会社の規約違反にもなるんですよ。良くないことがこう重なりますね、嘘つくとね。保険会社の規約違反っていうのが、任意保険の契約では事故が発生した場合、速やかに保険会社と相手方、警察への届け出も含むに通知することが義務付けられております。当て逃げは通知義務の違反にあたります。よくねCM とかでもあるじゃないですか。事故ってしまったって言ったら、まず保険会社さんとかさ警察に電話して連絡取るっていうのが普通でしょ。それをもうしなかったから通知義務違反だから保険は使えないよみたいな感じになるそうです。そんなこんなありまして、その通知義務違反っていうのでもう保険会社の規約違反にもなってるから、その方は自腹で全部修理費を払うということになりました。ちなみにお姉ちゃんの車の修理代は9万円でした。すごく高いですね。ちゃんと言ってればさ、そのゴンって当てちゃった時にさ、ごめんなさいって言ってればさ、そんな9万円も払わなくて済んだんですよ。ね。で今お姉ちゃんのお話をしましたけども、結構多いと思います。ドアパンチの被害に遭ってる方で、ドアパンチの被害ってこれまではすごくなんか泣き寝入り、なんか当てられたって言って、でも相手わかんないしなっていう、その泣き寝入りっていうのが大半だったみたいなんですけど、今後はねしっかりなんかこういうカメラがね物的証拠を残してくれるので、泣き寝入りすることなくしっかり解決できるんじゃないかなと思います。ちなみに車内に搭載されているドライブレコーダー、もう大体皆さんね車にドライブレコーダーつけてる方がほとんどだと思うんですけど、このドライブレコーダーカタカナがね、ドライブレコーダーで全方向の駐車監視機能ができるカメラでは不十分だとされていますね。みんなつけてるドライブレコーダーだけれども、でこれ何が足りないかっていうと、ドアとドアがゴンって当たった接触している瞬間と、そのドアを開けたのは誰かっていうこの2つが映っていないと不十分になるそうなんですね。なので今回ご紹介するドアパンチに特化したこのカメラをね強くおすすめいたします。車の車種にテスラってあると思うんですけど、そのテスラとかにもサイドカメラっていうのは標準で搭載されてるんですよ。されてるんですけど、それに関してもドアパンチにはちょっと不十分な点があるっていうことで、これからね実際にこのカメラを使っているところをお送りしたいと思います。それではお外へゴー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 。
他人に傷つけられた私の車をご紹介します。ご覧の通り、ドアパンチだらけです。さらに、おそらくショッピングカートがぶつかった後など、もう最悪な状態です。修理に出すのもお金がかかるので、我慢して見ないようにして車に乗っております。改めて自分の車を見ましたが、すごい傷だらけです。悲しい。ここからはナレーションにてお送りします。まずは説明書通りにフロント、サイドミラー下に設置して写りを確認してみます。私は運転中にサイドカメラを使用することはないので、運転中は外して車内にしまっておけるようにマグネットを活用します。マグネットはダイソーの両面テープがついたマグネットです。一応車に傷がつかないようにってのと、毎回角度調整をしなくていいようにボディ側にはイノーの保護フィルムを貼り付ける予定です。透明なので目立ちにくいです。こことここの隙間にペタって貼ってこうやって乗せるやつをここにね使うんだよ。では早速ドアパンチやってみます。バックして駐車完了しました。ドアパンチ、ドアパンチ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 、こことかだいたいこの高さがよく被害に遭います。おお、バッチリ映ってますね。パンチ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 、ボコンゴンゴン、映ってますか？映ってますね。すごいね。映ってますか？完璧じゃん。多分ここもちゃんと映ってる。触りたくってんのも見えてる。すごい。はい、じゃあ終わりと言いたいところなのですが、実はこの設置方法には落とし穴があります。お気づきの方もいるかもしれません。フロントからリアを撮影していると、相手のナンバープレートが映らないのです。こうやってバックします。バックします。で、車駐車します。これナンバープレートね。プープープー。私は車です。私は国産の高級車です。プープープー。きついこの体勢。筋トレか。ちょっと入って駐車完了。やばい、筋トレしに来たみたい私。はい。余談ではありますが、フロントサイドミラー下にカメラを設置した場合でも、車止めに頭を向けた状態で駐車をすれば、お隣のナンバープレートは映ります。しかし、車を頭から駐車するっていうのはあまり現実的ではないので、やっぱりカメラをリアにつける方が私的にはいいのかなと思います。これだと、ただのドアパンチの瞬間の記念撮影で終わってしまいます。ということで、リアからフロントを映せるように設置してみましょう。と、ここで事件発生。ナンバープレートをしっかり映したくて、ナンバーの高さに設置したら、映ってはいけないものが映ってしまいました。
これダメだ。この映像を流すのは YouTube 的にちょっとまずいので、一旦ズボンを履いて本当に映っているのか確認してみましょう。あ、にゃんこ、かわいいね、おっきい。まるまるとにゃおにゃお行ってしまうのかい。かわいい。でっかい、すごい見た映ってた、めっちゃ丸々。もう振りたい。にゃおにゃお、追っかけるのかわいそうだもんね。はいすいません。お座りした、かわいい。これで大丈夫。グーグー。ちょっと今低かったから、さっきのフロントのだいたいこの辺だったんだよね。この辺の高さに合わせたここ。回ってる OK でナンバープレートを動かせる。ピーピーピー。今私は車です。ただいまバック駐車をしております。ピーピーピーなんで今って言ったんだ私。はい、駐車完了しました。これならさ、これ絶対映ってたよね。ここからじゃ見えないけど、確実にこっちからこうだと映んないんだけど、こっちからこうだとこれが映る。はいどうよ。今私は車です。ただいまバック駐車をしております。ピーピーピーなんで今って言ったんだ私。一応せっかくだから今ローとミドルとやったからハイもやってみようか。なるほどね。この辺に当たった時が映らない。この辺までしか映んないから、後ろのここら辺に当たった時が見えない。ナンバープレートはね、これは確実に見える。映ってる。これは大丈夫だけど、ドアパンチが映らないから、ここはちょっと違うかな。やっぱここら辺かもねと思います。
なるほどね。この辺に当たった時が映らない。この辺までしか映んないから、後ろのここら辺に当たった時が見えない。ナンバープレートはね、これは確実に見える。これはさ、こうでしょ。いや絶対映ってるよね。映ってる。あのカメラの角度調整はまたおいおい検証していこうと思う。今ね、今やってみたけどちょっと分かんないから、おいおいねやっていく。でもこれぐらいがいいと思うよ。ここからここまで全部映るし。はい、帰りますはい、現場からは以上です。今頃暖かくなってきたさて、ここからはですね、裏技的な使い方をご紹介していきます。こちらのカメラはですね、ヒューズボックス電源またはシガーソケットからの給電となります。で、車屋さんとかカーマニアの方々はセンターコンソールとか内パネをいじってしてさ、いろんなとこカポカポって開けて電源を確保するんですけど、そうじゃない、私とかはさ、そこまで詳しくないので、私はこのシガーソケットで給電を主にします。ヒューズボックス電源での運用の場合に限っては、エンジンストップしてもオルタネーターが止まると自動的に駐車監視モードっていうのに切り替わります。このシガーソケットの場合は残念ながら停車中エンジンを切ってしまうと録画はできません。でも大丈夫。なぜかって、私が来た。ちょっとできないけど、私が来た。そう、ポータブル電源の登場です。こちらのリン酸リチウムイオン電池を使用しているポータブル電源を使用すると、常時よ、お猿の常時じゃないよ、常時、バッテリー上がり、車のバッテリー上がりを心配することなくこのカメラが使えるんです。と、ここで、駐車監視モードっていうのがあるんだったら、ヒューズボックス電源でいいんじゃないかって思いますよね。多分思う方いると思います。で、確かにそのヒューズボックス電源でも撮れることは撮れるんですよ、もちろん。なんだけど、このね、駐車監視モードっていうのが1秒間に1コマの撮影っていう形になるんですね。例えばね、このウサギとモモンガ使うか、せっかくだからね。ウサギにこのモモンガがガブって噛みついた瞬間を撮ろうと、ガブって噛みついた瞬間を撮ろうとするじゃないですか。で、通常だったらガブーハフブシャーみたいなっていうので撮れると思うんです。なんですけど、この駐車監視モードの1秒間に1コマっていうのがカシャッ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 ってなる。わかります？動画だと噛みついた瞬間はちゃんと映るんだけど、1秒間に1コマだから、この噛みついた瞬間が撮れてなかったら意味がないんですよ。カチッって離れた瞬間にカシャってなったら意味ないの。ここがないっていうことです。協力ありがとう。そうだから、肝心なところが映ってないっていうのが起こるんですよね。だからその駐車監視モードっていうのはドアパンチの撮影にはちょっと不向きなのかなと思いました。さて次はですね、ポータブル電源のシガーソケットでの運用ですけど、
ちょっと心配される方もいるかもしれない。車内でポータブル電源って大丈夫なの？そこなんですよ。でね、私個人の意見としては、リン酸リチウムイオン電池のポータブル電源は環境温度がマイナス20度から60度までの仕様で設計されているので大丈夫だと思ってます。ただ真夏のやっぱり車の中っていうのは気温上がると思います。ダッシュボードとか日ざらしの中のダッシュボードとかさすがに危ないと思うので、サンシェードをしてね、後部座席の足元に置こうかなと思ってます。一応これ真似される方は自己責任でお願いします。でくれぐれもモバイルバッテリーのリチウムイオン電池での使用はやめてください。ポカーンと爆発します。はい、次に気になるのがこのポータブル電源の容量ですね。これ 230Wh なので、カメラの録画時の使用ワット数が5から7ワットなので83時間充電が持ちます。十分ですね。そして今紹介しているこのカメラなんですけど、実は新型が出てます。新型って新型選びたくなるじゃないですか。ただ個人的にはちょっと新型はおすすめできないかなと思ってます。で新型に関しては1つのカメラに2つのレンズがついているので合計4つのレンズなので、これ前後で見れるようにはなってるんですよ。4つのレンズあるからいいじゃんって思うじゃないですか。ちょっと注意が必要で、新型も旧型もメモリーカードの最大認識容量が128ギガなんですよ。このカメラが 720p の画質で録画した場合に2つのカメラだと約28時間分のデータが保存できます。ってことは4つのカメラになるってことはその半分14時間しか保存できなくなるんですよね。14時間ってあっという間じゃないですか。だから14時間って結局半日ですよね。半日に1回駐車場に行って車確認して傷がないか見て、SD カードフォーマットしてもう1回設置しに行ってってすごいちょっと現実的じゃないのかなと思ったので、カメラ2つにしてちょっとでも長い時間録画できる方が私はいいんじゃないかなと思ったので2つのカメラのこの、旧型の方にしました。はい、説明は以上になります。さっきのこの映像がねこんな感じだったので、こうしてこうしてこんな感じだったから大丈夫なようにしました。多分この角度が良くないのかなこれはダメですね。ここでちょっと注意喚起です。この動画を見ている女性の皆さん、この手のカメラがついている車を見かけた場合は、スカートの中が映ってしまう可能性があるので気をつけた方がいいかもですね。ちょっとね、あんまり専門じゃないからさ、車とかがね、ちょっと難しいこととか言ったかもしれないんですけど、概要欄に一応この商品のリンクは貼っておきます。一応この旧型と新型のリンク貼っておきますね。こっちのポータブル電源の URL も貼っておきますね。これおすすめなので、おすすめのポータブル電源です。ドアパンチの当て逃げ犯、今後見つかる確率がとっても増えそうですね。いいことなんじゃないかな。はい、それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。バイバーイ。それにしても私の車傷だらけだし、すっごい汚れてるから綺麗にしたいな。